おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は冷蔵庫に食材がなかったのでフロマージュと胡椒でカッチオエペペを作ります。使っているショートパスタはイタリア南部のシチリア地方発祥のショートパスタを使います。それでは一緒に作っていきましょう。それではカザレッチェ火を入れていきます。多めのお湯に塩を入れて普通にパスタを湯がいていきます。クイッソンはアルデンテの手前で揚げてください。湯がいている間にまず潰した黒胡椒ミニョネットをトリフィエいっていきます。まず油も入れずにフライパンで黒胡椒の香りを立たせていきます。このミニョネットですけどもモフチエとピロンで軽く潰してからパソはですね茶こしで細かい粒は落としておきます。細かい粒が入ると先に焦げてしまいますのである程度大きさを揃えるために茶こしで手水しています。パスタは入れてしばらく経ったら混ぜて鍋底につかないようにしておきます。この黒胡椒をいっている時の火加減ですけども中火でじっくりと中までローストしていきます。強火で一気にしてしまうと焦げてしまいますので中火でじっくり中までトリフィエいっていきます。そこに美味しいオリーブオイルを入れて火を弱めてじっくりとトリフィエした黒胡椒の香りをオリーブオイルに移していきます。このカッチオエペペですけどもイタリア語でカッチオはチーズペッペは胡椒という意味になります。このチーズですけどもよく使われるのはペコリーノというチーズをよく使います。ただ今回家の冷蔵庫の中にペコリーノがなくてパルメジャーノしかありませんでした。ですので今回はパルメジャーノを使います。ただ好みでいろいろなチーズを使っても美味しいと思います。本来使われるペコリーノチーズですけどもイタリア原産の羊の乳を原料としたチーズになります。長期間の保存を目的として作られているチーズなので塩が結構使われています。ですので味も塩気がきついチーズになっています。今回パルメジャーノで作りましたけども多少塩味が薄かったので後から足して作りました。本来であればペコリーノチーズを使います。多分ペコリーノチーズを使えば塩を足す必要がなく美味しく作れると思います。ちょうどパスタが茹で上がりました。この状態アルデンテの少し手前だいたいキュイソン1分ぐらい前のところで揚げています。そしてパスタのキュイソンも一緒に入るようにこのように移していきます。この時フライパンの中にあるオリーブオイルが熱くなりすぎないように気をつけてください。パスタを入れた時に揚げてしまうような状態になったら困りますので温度は低めで調節しておいてください。ここからはフロマージュラペパルメジャーノをすりおろしたものを入れながらキュイソンと一緒に乳化させていきます。このように何回かに分けてパルメジャーノラペを入れてキュイソンを入れてこのようにモンテしていきます。最初にあったオリーブオイルとキュイソンあとチーズ3つがきれいに乳化するように混ぜていきます。この時火は中火より若干弱火でずっとついた状態でこのままチーズを溶かしながらキュイソンとオリーブオイルと一緒に乳化させていきます。もちろんアルデンテの手前で揚げてますのでここから約1分間ぐらいキュイソンなどを足しながらきれいにソースをリエしながら火を入れていきます。このまま仕上げていきます。このように混ぜた時にネチャネチャという感じの音に変わってくるときれいに乳化されている証拠になります。これがシャバシャババチャバチャという感じになるとまだ乳化しきっていません。最後ドレッセする寸前までよくソースとパスタを絡めてください。パスタを盛る時のコツですけども盛り付ける前に多少液体を足して想像よりもシャワーめで盛り付けした方がいいです。盛り付けてあとテーブルに着くまでの間に水分を吸って結構、濃度がついてきます。ですので想像よりも少し液体を足して緩い状態でお皿に盛った方がいいです。
最後仕上げにパルメジャーノのラペ、あと黒胡椒を軽くひいて、今回のカザレッチェカッチオエペペの完成になります。結構黒胡椒が入ってますけども、綺麗にトリュフィエしていることによって香りだけが立って辛みがある程度消えています。それと黒胡椒のカリカリとした食感が非常に美味しかったです。ぜひ次回はペコリーノチーズを使って作ってみたいと思います。またいろいろなチーズを使って試して作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。